皆さんこんにちは。今回のファッション法律相談所は私弁護士の海老沢がお話しさせていただきます。今回のテーマは肖像権とパブリシティ権です。どちらも顔や容姿に関わる権利になります。まず肖像権から。肖像権とは自分の顔や容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や動画などを勝手に公開されない権利を言います。肖像権は今この動画をご覧の皆さんはもちろん、すべての人が持っている権利で、プライバシー権の一種とも言われています。例えば皆さんが友人をモデルにして写真を撮影したとしましょう。もし皆さんがその写真をその友人に無断で SNS にアップした場合、友人の肖像権を侵害するということになります。この場合には、その写真を SNS にアップすることについて友人の同意を取っておく必要があります。では、例えば交差点で写真撮影をしたところ、たくさんの人が写り込んでしまった。この場合も写り込んだ人全員の同意を取らなくてはならないのでしょうか。もちろん全員の同意が取れればベストなのですが、もし同意が取れない場合でも、その写真を公開することが撮影された人にとって社会通念上我慢できる限度を超えないと言えるような場合には使うことができるとされています。社会通念上我慢できる限度かどうかはさまざまな要素を総合的に考慮して判断します。撮影された人の社会的地位や活動内容、撮影場所が公園なのか室内なのか、写真のメインか、何のために撮影したのか、公開の方法が SNS など拡散されやすい方法かなど、多くの要素が考慮されると言われています。とはいえ、撮影された人の同意を取らずに公開することで、稀にその人の安全が脅かされるといった事態もありえますので、特定されにくいよう修正をしたりトリミングするなどの処理をされることをお勧めします。さて、パブリシティ権のお話に移りましょう。パブリシティ権という名前は聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。パブリシティ権とは有名人に発生する権利と言われています。例えば、あの人気タレントが着ているからあの T シャツが欲しいというように、有名人にはお客さんを集め商品を販売する力がありますよね。この力を顧客吸引力と言います。顧客吸引力は有名人や所属事務所が莫大な費用や労力をかけて宣伝活動した賜物なので、これにただ乗りされることは大きな損失になります。そこで有名人の容姿や名前が持つ顧客吸引力を独占させるのがパブリシティ権というわけです。では、どんな場合にパブリシティ権侵害になるかというと、もっぱら顧客吸引力の利用を目的とする場合にはパブリシティ権侵害になると言われています。例えば、有名人の写真を商品の広告に使ったり、有名人の写真をグッズにする場合などが典型例として挙げられます。肖像権やパブリシティ権はとても身近な権利ですので、ぜひシステムを知っていただくと役に立つと思います。なお、肖像権やパブリシティ権とよく一緒に登場する著作権も別の回でお話ししておりますので、そちらもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。次回のファッション法律相談所もぜひお楽しみに。